地の上に図を描くわけだから地図なんだよ。つまり自然があって初めて文明が起きる。ベースになるのは地なんだ。地というのは自然なんだ。それに我々はその自然にのっとって図を描いてる。ところが自然の力に対してリスペクトをしていた時代はね、自然をできるだけ尊重しましょうっていうところが優先する。ところが産業革命以降ね、人間ね、錯覚を起こして何でもできると思っちゃった。だから勝手に図を描き始める。本来ならばその地の条件に合わない図の描き方をする。こういったところに災害が起きるんだよね。だから自然災害っていうのは2つあって、大きなその自然の深呼吸みたいな、これはね我々予測もしようがないし対応のしようもない。例えば津波みたいな、そうね、地震と津波だけど、それ以外の人間が作り出した災害っていうのをできるだけ少なくしていくっていうことがすごく大事なわけですよ。ということはその自然の特質をよく見極めることで、僕はそれをねいつも夫婦関係に置き換えて説明をしてるんだけども、奥様というものの人格や性格をよく飲み込んでいればね、お互いのサービスの向上に非常につながるわけでしょ。ところがそれを無視したりすると非常にそこに大きな反応が起きるよね。だからっていつもそのどれほど見つめてるのか、観察してるのかということと、どれほどその労力を惜しまないでお互いが相手を支え合う、それがあるかないかで全く違うわけですよ。で、自然災害っていうのは先ほど言った地球の深呼吸みたいな話とは別な自然災害っていうのはね、実は恵みでもあるわけ。災害が被害ばっかりあるんだって言って、いやそうじゃない、新たな恵みを生み出す可能性ってたくさんあるわけね。で、日本の伝統文化とか日本の風土っていうのは美しいなと思うものは実はほとんどその自然に対して自然の本質を損ねない形で人間が手を入れていった場所を美しいと思う。例えば棚田だとか、それから漁村の風景だとかね、農村の風景だとか、そういうものがたくさんあるわけですよ。例えば東北に行くとね、宮城県仙台のあたり、仙台平野は海からの風が非常に強いもんだから、伊船というね屋敷林をずっと海側にこう作る。だからそれが防潮林になったり防風林になったりする。それが岩手県に行くと江船っていうね訛りがあって、これは何かというと日本列島の縦断するその奥羽山脈からすごく冷たい、ね、風が下ろしてくる。そういう下ろしを防ぐために今度山側にそういうものができるとかね。自然と共生するためにどんなしつらいをしていくのかっていうことに日本人はものすごく知恵を働かした。つまりお互いが恵みをいただいているという、こうして初めて自然と共生きできる、共生できる。我々自身の命って何って考えた時に、そういう自然の営みに支えられているのが自分たちであり、その生態系サービスの大元を損ねないようにしたライフスタイルをね、どうに考えていくのか。で、さっきのコロナの話に戻ると、コロナっていうのは最終的な警告だと。で、ここから人間がプラネタリーバウンダリーに引っかからないような、あるいは災害に滅ぼされないような人類の文明をこしらえるためには、産業革命という一つの方向から脱却してね、成熟、豊かさを深める、そういう方向で自然と共に生きていくんだというね、文明を新たに再構築していくこと以外に他ならないんじゃないかなと。で、そういう文明を築き上げる努力をしなければ、結果としてはミツバチからの恩恵も失われるんだろうし、我々自身の心身の健康そのものもね、歪んでいくんじゃないかなって思いますね。僕はね、幸福イコールね、物的欲求分の物的充足
幸せというのは自分が欲しいというものを変える経済力を持つことが幸せなんだ。これがついこの間までの我々のライフスタイルや生活の価値観だったと思うんですよ。でもね、これからの価値観は何かというとね、幸福イコール自己実現欲求分の充足度、つまりその自分らしくありたい、自分らしくこの世の中に存在していることを、それに価値を見出してね、人生という一定の時間の中でそれをどのぐらい充足できるかっていうのが幸福だと思うわけね。この違いは大きいんですよ。つまり幸福の尺度がお金ではなくて貴重な時間にある。どうやって生きてるんだ。で、自分が生きてることが価値があるんだっていうことに気がつくことによって他の生き物に対する愛情が深まっていく。で、これがお互いが奏で合って一つの幸せな風景を作る、こういうふうに考えてるんですよ。ただね、そんなことを僕評論してるだけじゃダメだと。それで2027年に国際園芸博っていうのをやるんですよ。で、それは一体何かというと、もう一度人間を自然に返していくような運動をちゃんとやっていこうと。実はそこにこそ幸せの原点があるんだろう。グリーントランスフォーメーション、もう一回自然に目覚めて我々自身を革新しなきゃいけない。豊かさを深めていくってどういうこと？で、地方で暮らしていきたいと思う原点は一体何？自然と共にあるってことはこれほどね、素晴らしいことはないんだ。もう一度そこに帰ろうよっていうね、博覧会になると思ってます。私はいつも言ってるんですよ、振り子の議論って言ってね、これから環境負荷やなんかを縮めるためにどうしてもね、デジタルトランスフォーメーションが起きるわけ。デジタル化することによって移動距離がなくなったり環境負荷が少なくなる。確かにそうだ。でもね、デジタルの世界に入っていくと実はね、そこにデジタルストレスが起きる。で、何がリアルで何がバーチャルかっていう見極めがつかなくなっちゃう。つまり生物としての人間を捨てることになっちゃう。で、それがね、心療内科的生理疾患を生み出して、結局ね、それが原因でうつ病になったり躁病になったりっていうことがすごく多いわけだから、これからの我々にとって一番大事なものはトリートメントなんですよ。心も体もどうやって洗い直すのか。その時に濃密な自然に触れ合うってことがすごく大事で、それが結果としては自分をね、バッシングっていうかお風呂に入れたりトリートメントする。で、それがデジタルの創造的な世界とリアルな日常的なその生き物と共生したりっていう生物としての人間が両方こう持ち合わせながら次の文明を開いていくような世界になるんじゃないかなっていう。だからミツバチができればそのメッセンジャーになってくれると嬉しいなって思ってますね。自然って言葉はね、明治維新以降だ、日本に根付いた。それまで使われてきたのは天然知念。天然って天がしかり、天から与えられた。知念っていうのはあって当たり前、おのずからしかりっていう。日本人にとって自然っていうのはあって当たり前のものだ。なんでその平安時代初期に仏同士の一番最初におじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯。毎日山に行ってそれで雑木林の手入れをしてるんだよ。これは何のためかといえば、お前たちが大きくなった時に薪や炭やあるいは森林から生まれる副産物に困らないようにおじいさんは頑張ってるんだ。だからこの話を聞いた子供たちはおじいさんのお手伝いしなさいっていう教えなんだよ。で、おばあさんはなぜ川に洗濯にっていうかというと、日本という国は湿潤な国でほっとくと錆びたりカビが出たりする。だから衛生状態ってすごく湿度と関係するから、赤切れができてもう大変なのに、米ぬかで
絹板で叩いてきれいにしてる。衛生状態が良くてそれが健康につながるっていう教育なんだよ。どれだけそこに手を加えてそれをサポートするかっていうことが問われるんだよ。ところが産業革命が日本に入ってきて産業には工業物というものがある以上それに対立する関係で自然っていうことを置かなければ世界を語れないっていうことになってそうなった。やっぱりおとぎ同士の中であの時代から教え込んできたっていうのはすごいなと思いますね。日本の方々っていうのは自然をそのまま放置するというのではなくてやっぱ手入れをして育ててきて共生してきたっていう歴史がある歴史がある。それしかもね30年後っていうね防河更新っていうんだけども雑木林って根っこだけ残して株の上を切るんだよ。で薪にしたり木炭にしたりする。そこからひこばえっていうのが入ってくる。どのひこばえを伸ばしていけばいいのかっていうことと雑草との戦いになるんで30年後また同じ森に戻るんだから簡単に言えば貯金したものに手をつけないで利息で暮らしてた日本人は。だからあって当たり前おのずからしかりいかにその自然を観察してでそれがよく育ち元気に育つ環境を手入れするっていうところがある意味でも養蜂家のような視点がこれから人間にはそれいいかもしれないね、まさにそう。求められていく。簡単に言うと昔は養蜂家も一般の人も関係なくそうやって自然を見てきたんだよ。そういうことですよね。だからそれが養蜂家に残されてるんで改めてね養蜂家から学び直してもう一度取り戻そうよって話なんじゃないの。